はいどうも、研ぎ師亮太です。今日は出刃包丁の本刃付けをしていきます。で、今回本刃付けする出刃包丁がこちらになります。はい。小出刃ですね。刃渡りが 120mm の4寸出刃、こちらを本刃付けしていきます。で、今回はこちらの小出刃を本刃付けするんですけど、どんな感じでやるかっていうと、今回はちょっと耐久度を持たせて、切れ味の持続性とか、かけにくさを優先した本刃付けをやっていこうと思います。で、今回のこの小出刃は、食材と研ぎをブツブツ交換でやってる小出刃なんですけど、これを使ってる方は、切れ味っていうよりもどちらかというと切れ味の持続性とか、魚をさばいてる時のかけにくさを優先してほしいとのことだったので、今回は耐久度重視の本刃付けをやっていきます。それでは早速やっていきます。それではまずは今の切れ味チェックからやっていきます。まずこちらの紙の筒が切れるかやっていきます。はい、こんな感じで今は紙の筒が切れないような状態になってますね。じゃあこちらの新聞紙でも切ってみます。はい、新聞紙はこんな感じで、ちょっと切るのが難しいような状態ですね。ということでこんな感じの状態の包丁を、切れ味よく耐久性もよく本刃付けしていきたいと思います。で、今回使うのはこちらのキングの300番、キングハイパーの1000番、キングの S1 ということで、まず、これハイパーだけ吸水性なのでこれ水につけていきます。で、こちらのキングの300番は水吸わないタイプなので、こんな感じで水つけるだけ使えますね。で、今回の本刃付けはちょっと解説付きでやろうかなって思ってますんで、よかったら参考にしてください。まずはこちらの包丁の刃付けを先にしていきます。で、何するかというと、小刃つけて裏押しして、この300番でとりあえず切れる状態にするっていう感じですね。で、そうすることによってこの刃先の厚みが可視化できるので、この小刃の広さで刃先の厚みをまず測っていきます。で、その刃先を可視化できたら、その厚みに応じて切り刃を削ってあげて刃先の厚みを調整していきます。そこで耐久性とか切れ味を決めていく感じですね。じゃあまずはこちらの300番で小刃付けしていきます。小刃付けの角度は30度ぐらいです。で、返りが出るまでしっかりと小刃研いでいきます。で、小刃付けして返りがしっかり出てきましたら、次裏押ししていきます。で、裏押しは仕上げ砥石でやっていきます。で、仕上げ砥石でやる理由としては、この裏押しがあるんですけど、これが広がりすぎるとちょっと切れ味が鈍くなってくるので、なるべく広げないためにこの仕上げ砥石だけでやっていきます。で、裏押し終わって返りもしっかり取ることができたら、続いてはこの小刃の状態を見ていきます。で、この時に小刃の厚みをざっと確認しますね。それと刃線が崩れてないかも確認していきます。で、この出刃包丁だと小刃の厚みが今こんぐらいになっています。はい、この包丁に関しては、耐久性重視なのでちょっと厚めの小刃になっています。なのでそこまでこの小刃の厚みは薄くしなくてもいいんですけど、これ以上小刃が広がってきても切れ味悪くなってくるだけなので、この切り刃軽く研いで、小刃の厚みを少し薄くして、次研いだ時に小刃が厚くならないようにだけ調整していきます。ちなみに裏はこんな感じですね。はい、この包丁の場合ここだけめちゃくちゃ裏押し狭くなってて、この前後はちょっと広めなんですけど、裏押しの難しいところとしては、ここに合わせるとどうしてもちょっとここが広がるような状態になっているので、この包丁の場合はこの真ん中ら辺の裏押しが広くならないようにとなくならないように気をつけて研ぐ必要があります。それではこちらのキングの300番で切り刃研いでいきます。
で、切り刃研ぐときは、しっかりとこの刃元から切り先にかけて、少しずつ鋭角になるようにひねりをつけながら研ぐことが大事ですね。じゃあざっと切り刃当てれてこんな感じです。それではこれで切り刃慣らせて、厚み調整も軽く終わったので、次は中砥石ですね。ハイパーの旋盤に行きたいと思います。じゃあ続いてはこちらですね。キングハイパーの旋盤、こちらでやっていきます。おば付け先にやっていきます。でこの時の角度もさっきの300番と同じで30度ぐらいでやっていきます。はい、でしっかり返りが出てるか確認してあげましょう。それでは続いてはこの今300番の研ぎ目になっているこの切り刃を1000番の研ぎ目に変えていきます。はい、それでは1000番も終わってこんな感じになります。はい、それではこれでハイパーの旋盤終わりましたので、次の砥石に行きます。じゃあ今回はこちらのハイパーの柔らかめで切り刃仕上げていきます。
はい、それではこれでハイパーで切り刃研ぎ終わりました。それじゃあ最後にこちらのキングの6000番でおば付けしていきます。それじゃあこれで刃付けも終わりです。じゃあそれじゃあ最後にこの包丁の全体をこちらのシェイクモーリーで磨いていきます。それでは最後はこちらのカトでバリ取りしていきます。はい、それではこれで研ぎ終わりましてこんな感じになりました。いかがでしょうか。はい。やっぱハイパーの旋盤の柔らかめはめちゃくちゃ綺麗に切り刃仕上がりますね。はい、それでは先切れなかったこちらの新聞紙ですね。こちら試し切りしていきます。はい、こんな感じで新聞紙も問題なく切ることができました。それでは続いてはこちらのティッシュ切ってみます。はい、こんな感じでティッシュもめっちゃスルッと切ることが可能です。それでは最後にこちらのコピー用紙の筒ですね。これも切ってみます。こんな感じでコピー用紙の筒もめちゃくちゃ簡単に切ることができます。ということで今回はこちらのコデバですね。こちらを耐久性重視の本刃付けしてみたんですけどいかがだったでしょうか。ちょっと小刃を厚くつけることで、魚さばいてる時にかけにくかったりとか、切れ味の持続性も良くなるので、是非皆さんも耐久性が欲しい時は小刃を厚めに研いであげてみてください。で今後もこんな感じで解説付きの本刃付けをちょこちょこ動画にしていこうかなと思っていますので、こんな包丁を研いでほしいというのがあれば是非コメント欄で教えていただけると幸いです。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が少しでもいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。